どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。皆様、エレキギターの代表ブランドといえば何でしょうか？ギブソン、フェンダー、PRS ですよね。はい。今回はですね、それらのブランドの代表モデルを比較していこうと思います。それぞれのブランドの歴史だったり、特徴だったり、愛用しているアーティストだったり、各ブランドの発明などなどですね、はい、細かく解説していこうと思います。今回使うのが、ストラトキャスターというモデルと、レスポールスタンダードというモデルと、カスタム24という風なモデルですね。まさに各ブランドの最も有名な機種たちだと思います。これを見ればですね、それぞれの特徴やら何やら、全てわかると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで、本編へどうぞ。まずはじめにギブソンから説明していこうと思います。ギブソンとはというところなんですけども、1894年ですね、誕生した、もともとマンドリンの製作工房としてスタートします。その後、会社としては1902年にスタートするというような形ですね。1952年にはレスポールモデル、1958年には ES335 とかフライング V とか、1961年には SG とか、現在でも世界中に愛される名機を数多く生み出してきたというような歴史がありますね。ギブソンギターの特徴で言いますと、木材の美しさとか装飾とか、そういったものに非常にこだわっていて、伝統に基づいた製法で製作されております。基本的に全てのラインで伝統的なラッカーフィニッシュを採用していたりとか、レスポールモデルでも ES335 でもフライング V でもエクスプローラーでも接着剤を使用したセットネックジョイントを採用しているのも特徴です。木材がですね、マホガニを主体としたボディで、マホガニバックメイプルトップとか、そういった2ピースボディのものがあったり、あとはアーチトップですね。トップが滑らかなアーチの加工が施されておりまして、非常に美しいルックスを持っているというような特徴があります。あとヘッドストックがですね、3対3のペグ配置になってて、角度がついております。スケールがミディアムスケール 24.75 インチで22フレット仕様として12インチのフラットな指板ラディアスを採用しているのも特徴です。伝統的な製法に基づいて製作しているということなので、アコースティックギターの系譜を組んでいると思いますね。生産しているところがですね、アメリカのナッシュビルの工場とかモンタナの工場で作られております。以前はですね、カラマズ工場で製作されておりまして、箱物を中心に製作するメンフィスの工場も存在しておりました。あとは高級ラインであるカスタムショップのモデルもあります。価格が USA 製のラインのもので20万円から、カスタムショップに関しては大体70万円からという風な形ですね。そして愛用しているアーティストがジミー・ペイジとかスラッシュとかダンディ・ローズとかタック松本さんとか奥田民生さんとか横山健さんなどなどですね。ギブソンの発明なんですけども、このハムバッカーのピックアップ PAF と呼ばれるものですね。そのハムバッカーを小さくしたミニハムバッカーとか、あとチューンオマチックブリッジとストップテールピースだったりとか、あと P90 ピックアップだったり、あとはモデルで言うとエクスプローラーもそうですし、フライング V とか ES335 とか ES335 に関しては世界初の量産型のセミホロー機と言われているような形ですね。音に直結する部分とか音に関する発明っていうものが非常に多いなという印象がありますね。今回使用するモデルがこちらのギブソンカスタムショップ 60th アニバーサリー1960レスポールスタンダード V3 です。スペックはマホガニバックメイプルトップでマホガニネックでローズウッド指板、ピックアップはカスタムバッカーを2機搭載しておりまして、2ボリューム2トーン3ウェイのトグルスイッチ、チューマチックストップテールピースブリッジというふうな特徴です。 V3 ということで1960年後期の仕様を再現してますので、非常にネックシェイプスリムでスムースな着心地を持っておりますので、割とレスポール苦手みたいな方でも馴染みやすいスペックになっていると思います。価格が中古で77万円で販売中でございます。こちらがギブソンの特徴です。続いてフェンダーとはというところをやっていこうと思います。1946年に設立されたブランドですね。レオフェンダーという方が立ち上げております。1950年にはテレキャスターとか、1954年にこのストラトキャスターだったり、世界で最もコピーされたギターを生み出したという風なブランドです。フェンダーギターの特徴で言いますと、先ほどのギブソンは接着剤を使用したネックジョイント方法を採用していたんですが、ボルトとプレートを採用したボルトオンジョイントを採用している点が非常に大きな特徴だと思います。ネックはネックで製作して、ボディはボディで製作して、ストラトであればこのアセンブリはアセンブリで製作してというところで、それぞれの部署で物を仕上げてから最後に組み上げるという風な非常に合理的な製造方法を採用しております。マホガニとかではなくアルダーとかアッシュとかを使用したボディで、シングルコイルのピックアップ中心ですね。このボルトオンジョイントとアッシュアルダーボディっていうところと、このシングルコイルによって非常にきらびやかでエッジの効いたサウンドが特徴的だと思います。ネックとかボディとかハードウェアとかそれぞれ交換ができるので、交換とか修理とかそういったものが非常に容易な設計になっております。ネック変えたいってなったらもう取り外して付け替えればいいですし、セットネックジョイントだとそういったところはできないので、何か事故とかがあったとしてもなんとかなるっていうのがフェンダーの特徴だと思います。トレモロユニット
を採用していたりとか、ボディに直接取り付けられたピックガードだったりとか、あとヘッドですね。6連のペグ配置が特徴的でして、あとは角度付きのヘッドではなく、この段がついているタイプのヘッドですね。そうするとナットから1、2弦までとかだとかなり距離が遠くなってしまうので、ナットから弦が落ちてしまうというふうなことが起こり得るんですけども、それらはこのストリングガイドを取り付けることによって解消しているというふうな形です。大量生産に優れた非常に合理的な構造を持っているんですが、昔のモデルに関してはネックの反りを解消するときにですね、いちいちネックを外して締めてまた付け直してチューニングしてっていうのをやらなきゃいけなかったんですけども、なぜそのようなスペックになってしまったのかと思いますね。ネック周りで言いますと21フレットの仕様だったりとか 7.25 インチの指板 R という風なのが特徴ですね。先ほどギブソンがフラットな指板だったのに対してフェンダーは割と丸みを帯びたタイプの指板 R になってまして、ハイポジションで弾くっていうよりかはローポジションで伴奏をするっていう風なのに適していたと言われておりますね。ギブソンとフェンダーでは楽器に求められる役割みたいなものが違ったのかもしれませんね。こちらのフェンダーもより高級なラインのカスタムショップ製のものがありますね。価格は USA ラインのものでだいたい15万円から、カスタムショップ製のもので60万円ぐらいからというような形ですね。愛用してるアーティストなんですけども、エリック・クラプトンとかジョン・メイヤーとかジミ・ヘンドリックスとかジェフ・ベックとかコリー・ウォンとかチャーさんなどなどですね。フェンダーの発明なんですけども、テレキャスター、ストラトキャスターは言わずもがななんですが、このブリッジのシンクロナイズドトレモロとかコンターのボディだったりとか、ジャズマスターとかジャガーで使われるオフセットのボディデザインとか、リアピックアップをちょっとスラントさせて配置しているっていうのもフェンダーの発明だと思いますね。ボルトオンジョイントももちろんそうです。先ほどギブソンに関しては割と音の面で発明が多かったと思うんですけども、フェンダーは構造ですね。ギター制作の上でこれまでなかった全く新しい構造を発明して自社の楽器に取り入れたという風な特徴があると思います。今回使用するモデルがフェンダーカスタムショップの1956ストラトキャスターレリックです。その名の通り1956年製造のストラトをモチーフとしてますね。ボディがアルダー2ピースで、ネックがワンピースのメイプルという風な組み合わせです。非常にトラットだと思います。このモデルはですね、レリック加工が施されておりまして、こういった傷とかも、あえて最初からついているような形です。こういったハードウェアの錆とかくすみとかそういったものも最初からついているもので、手に入れたその日から長年使ってきたような風格とルックスを備えているような特徴があります。価格が中古で49万5,000円で販売中でございます。以上がフェンダーの特徴です。最後に紹介するのが PRS とはというところなんですけども、1985年創業のアメリカのハイエンドギターブランドです。ギブソンが1902年で、フェンダーが1946年でっていうところで、まだまだそれに比べると PRS っていうのはもう40年の歴史はあるとはいえ、スタートしたてのブランドではあるんですが、エレキギターの第3のブランドと言われるほど非常に有名で人気のあるブランドですね。この PRS っていう風なブランド名なんですけども、創業者がポール・リード・スミスという方で、その方がですね、学生時代からギター制作を行っておりまして、その時期から圧倒的な精度だったり革新的な発想を持っておりまして、それらが世界中のギタリストにどんどん浸透していって、瞬く間にトップブランドへと成長したという風な歴史があります。 PRS の魅力で言いますと、プレイヤーのストレスを極限まで除去したようなネックシェイプだったりフレットサイドの処理だったりとか、そういったところが特徴です。あとはこの美しいルックスとか優れたチューニングの安定感だったりとか、豊富なサウンドバリエーション、自社のオリジナルパーツを採用している点とか、世界最高レベルと言われるクオリティコントロールですね。創業者がまだ生きていて指揮を取っているという風な点も魅力だと思います。価格で言いますと S2 とかボルトオンのアメリカ製のモデルに関しては30万円から、スタンダードかつ PRS の中の最高峰に位置するコアに関してはだいたい60万円からという風な形ですね。トニークは公式のディーラーやらせていただいてまして、これまでもうどれぐらいだろうな、とんでもない数の動画をアップしてますので、それら見ていただきましたら PRS の魅力めちゃくちゃ伝わると思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。愛用してるアーティストなんですけども、カルロス・サンタナとかジョン・メイヤー、マーク・トレモンティ、デイビッド・グリストン、マイルス・ケネディ、ニール・ショーン、オリアンティ、アルディメオラ、アレックス・ライフソン、ジョン・マクラフリン、ダイタさん、トールさん、カナミさんなどなどですね。 PRS の発明で言いますと、24フレット仕様のスタンダードなモデルっていうところと、10インチの指板と25インチスケール、ちょうどギブソンとフェンダーをまたぐような設計になっている点ですね。トレモロユニットに関してもシンクロナイズドトレモロをベースにはしてるんですが、そこから様々な改良が加えられていて、非常にスムースな使用感だったりとか、ロック式のチューナー採用しているのでチューニングの狂いも少ないっていう風な特徴があります。 TCI プロセスというものがありまして、現在PRS はもうピックアップのサウンドをですね、波形で見ることができまして、それによってですね、ピックアップの個体差が極限まで少なくなっているっていうようなところで、さらにこの波形で見れるっていう点でピックアップを再現するみたいになった時に、元のピックアップと波形を揃えることによってそれに近いニュアンスを出したりっていう風なこともやっているみたいです。今までのブランドではなかった特別な PRS ならではの
特徴だと思います。PRS が特許を取っているコンペテーションナットというものがありまして、これによってコードとか鳴らした時のピッチが非常に美しいです。指板のインレイがドットとかブロックとかディッシュとかそういったものがあった中で PRS の象徴ともいえるバードインレイですね。はい。オクターブチューニングがしっかり合うように設計されたバーブリッジもトップテールブリッジだったりとか、あとは独自のネックヒールの形状だったり、実用的なコイルタップサウンドですね。ハムバッカーをこうシングルコイルとして出力するんですけども、それの精度も非常に高いっていう風なのが特徴です。PRS の発明の一つだと思います。これまでそのギブソンとフェンダーっていうのはですね、ギターの歴史をこう変えた発明をしてきたんですけども、それに対して PRS はそれらを現代風にしたというか、より完成度を高めたみたいな印象がありますね。使用するのが、こちら PRS のカスタム24ですね。スタンダードなラインのコアシリーズから登場している一本です。木材がですね、マホガニーバックで、フレームメープルトップで、マホガニーネックでローズット指板っていう風なギブソンライクな組み合わせではあるんですけども、ボディの厚み、レスポールと比較するとちょっと薄めになっております。ピックアップがハムバッカーを2機搭載しておりまして、5A のセレクターと1ボリューム1トーン、ロック式のペグとトレモロユニットを採用しているという風な形で、割とこうレスポールとストラトのいいとこ取りみたいなことを言われるんですが、オリジナルのハードウェアも相まって、それらの単なるミックスではなく、PRS の哲学だったり技術だったり、そういったものがこう凝縮され詰め込まれているエレキギター界のスタンダードの一本だと、私は思いますね。価格が新品で73万9200円で販売中でございます。そんな感じでエレキギターの代表ブランドの歴史とフラッグシップモデルを解説してきたんですけども、音がどれぐらい違うのかっていうところをチェックやっていければと思いますので、今回クリーンとクランチとドライブで鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、どれも素晴らしいサウンドだったと思いますね。各ブランドのそれぞれの発明、いろんな研究をして、それで作り上げた一本。いろんな試作機とかも作ったりとか、企業の努力だったり、発明だったりっていうものがこのフラッグシップモデルにインストールされて、各ブランドの個性となる音がしっかりと出ていたんじゃないかなと思いますね。今回ですね、ストラトとレスポールとカスタム24っていう風な3種類紹介したんですけども、どれを選ぶかってなると、もちろんこういったジャンルやるならこのモデルだとか、こういった見た目が好きならこのモデルだとか、いろいろあるにはあるんですが、おそらく最終的には皆様どれも持つことになるような一本たちだと思いますので、結構そういった方多いんじゃないかなと、思いますね。どれを先に手に入れるかみたいな形になると思います。小沢もなんだかんだでレスポールも持ったことありますし、ストラトも持ったことはあるんですが、カスタムがまだちょっと手に入れることができてないので、そのうち最高の一本を手に入れられたらなと思っております。ということで皆様いかがでしたでしょうか？このモデルが良かったとか、今度このモデルも紹介してとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。7月はですね、このうちのベーシック株式会社の方でトニークの9店舗、ロレアルビルの2階で営業しておりましたギターアウトレット横浜、通称 GOY が閉店セールという風な形でやらせていただいてたんですけども、とんでもない反響がありまして、その GOY を見に来た流れでトニークに来てくださるお客様もたくさんいらっしゃって、かなり店頭てんやわんやして、すごい楽しい月だったなと思いますね。閉店セールっていうことで超大特価、最大 80% オフみたいな形でやってたんですけども、来てくれた方いますかね？もしいたとしたら、コメントしていただければと思います。本当にとんでもない額になってまして、うちの方からも何本か GOI の方に送ったんですけども、これがこの価格みたいなのがたくさんあって、会社としてはかなり頑張ったセールではあったんですけども、これはこれですごい楽しいイベントだったなと思っておりますね。いつぞやの池部さんの年始のセールみたいなものを彷彿とさせるような、イベントだったと思います。多分今後やることはほぼほぼないんじゃないかなと思いますね。もしトニークがとんでもないことが起きて閉めるみたいなことがあったら、ほぼないと思うんですけど、もしそういったことがあったら凄まじい額で売り出されたりするのかな。閉店セール商材はめちゃくちゃありますからね。でもね、そういったことにならないように、頑張っていければと思いますね。今回のセールで GOI に来てくれた皆様、ありがとうございました。SNS で上げないようにみたいな風なアナウンスがあったと思うんですけども、見た感じそういった店内の写真とか上げられていなかったので、そのあたりすごいいいお客様たちが集まっているなと、改めて思いましたね。GOI はですね、この後、エフェクター専門館に生まれ変わるんですけども、そちらもぜひ皆様楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
願いします。とメールくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼1-4-8丸山ビル1階ですね、北ショップと肉営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。